はいどうも、市川の便利屋です。本日はちょっと長い動画となります。2本立てとなりますね。まずは防草シート貼り、そして外壁の黒ずみを取るというクリーニング作業ですね。はい、この2本立てとなっております。そして今回のおまけコーナーでは、どう考えても人名にしか見えない電車の駅を発見しましたので、そちらを発表したいと思います。ちなみに前回防草シート貼りの動画を見てもう飽きているよっていう方は7分45秒のところから外壁クリーニングの動画が始まりますので、そちらに飛んでいただいても結構です。この動画の概要欄の方にリンクがありますので、そちらを利用していただいても結構です。ちなみにおまけコーナーはこの動画の一番最後にありますので、いきなりそちらに飛んでいただいても結構です。はい、ということでよろしくお願いします。はい、前回防草シート貼りっていうのは2面やらせていただいたんですけど、今回まだやってなかった西側の通路の方の防草シート貼りをさせていただきます。ここが一番ね、強敵というかね、いびつな形をしておりますので、なかなかトリッキーな作業になりました。そしてもともと砂利が敷いてあったので、その砂利を取り除いて、それをちょっと、クリーニングしてですね、ゴミとか溜まっていたので、それをふるいにかけて選別して、また綺麗な石だけを上に敷いていくという作業をやらせていただきました。もともとね、1時間ぐらいで終わるかなと思ってね、あんまり考えをしてたんですけども、やってみたら3時間かかりましたね。はい、非常に時間かかったんですけども、しかし今20倍速で見ていただいてますので、あと6分ほどでこの作業は終了いたします。はい、よければ見ていてください。はい、今やっているのはですね、砂利を今選別しまして、今細かいところですね、はい、ちょっと遠目なんですけども、はい、ちょっとカメラ位置セットし直してですね、はい、水回りですね、はい、水道の、桶の部分をね取り出して、水道管の周りにこう防草シートを貼っていっているっていうね、はい、そんな作業となっております。はい、水栓の蓋がねいろいろ出てるんですけども、今回それをね穴開けて、いざ使おうと思った時にすぐ見つかるようにはしてあります。右上の部分ですね、2つポンポンと出てますね。まずとりあえず防草シートの位置を決めて、配管の蓋があるところを後から穴を開けて見えやすくするという作戦で今回はやらせていただいております。はい、結構いびつな形してるので、細かく切って周りにはめていくっていう作業ね。で、ふんだんにテープを使ってジョイント部分を留めていくということですね。結構この防草シートが割と上等なもので、前回よりも上等なものを買ったみたいで、前回なんかね今下に敷いてありますけども、その上に今かぶせてるんですけども、割と硬いので、この端っことかにねこうめくれ上がる感じになっちゃうんですよね。それは仕方ないなということで、ご依頼主さんにもご了承はいただいてるんですけども、なるべくこうたわまないようにね、シワができないとかね、なかなかこうつっかえて均一にならないっていうのはね、仕方ないんですけど、なるべくならないように努力したその工程をですね見ていただけたらなと思っております。はい、この配管ですね、この周りにまずはテープを貼ってですね、とりあえず草が生えてくる隙間を埋めるということですね。はい、その後になるべくこのたわんだ部分ですね、上に上がった部分をこう切り揃えていくということをやっておりますね。はい、今回ここはうまく高さがあったかなっていう感じですけどね、とりあえず敷いてみないとね分かんないので、もう計算とかじゃないですね。もう敷いてみて、その感覚で次々進んでいく。あと家の壁にこの角度を合わせるのか、この外壁、この塀の部分に合わせるのか、それがまた迷いましたね。三角なのでね、今回幅が1メートルで長さ30メートルの防草シートを用意していただきまして、それを敷いていってますね。はい、防草シートはご依頼主さんが、ご自分で選んで取り寄せていただきました。僕はただこれを敷いてるだけの作業ですね。なんか防草シートってなんかだだっ広い空き地とかにね敷くイメージあるんですけども、こういう家の周りの細かいところっていうのはなかなかやっぱ大変って大変ですよね。だからこそ仕事になるのかなとも思いましたね。もしご自分でやるとしたらすごい時間かかると思うんですね。僕もそこまで慣れている方ではないとは思うんですけども、結構大変だと思うので、こうやってご依頼いただいた方が、腰を痛めたりですね、頭悩ましたりすることはないのかなとかも思ったりしますけどもね。
便利屋というのはですね、自分がやるよりも、誰かに頼みたい、なるべく辛い作業は他の人にやらせたいっていう、そういった時に使ってもらうのが一番いいのかなと思いますね。完全に綺麗にですね、この張り詰めたいとかね、隙間なく敷きたいとか、そういったご希望がある方はやはり専門家の方にご依頼された方がいいかなと思います。何度もね、僕ちょいちょい言ってるんですけども、日曜大工程度ですよと、クオリティは日曜大工程度、ただお値段は格安でやらせていただいてますよっていうのがね、売りというか特徴でやらせていただいておりますので、その点ご了承いただければなと思っております。ですからこの動画を見てどの程度できるのかっていうのを見て判断していただいて、依頼するかどうかの資料として使っていただければなと思っております。で今回2回目ですので、割とこの端っこはどうしたらいいのかなっていう風に考えたんですけど、45度でハサミでね線を入れますね。線っていうか切り目を入れてこう重ねるようにしてやると、右上のコーナーのようにねぴったりはまったので、このやり方でよかったかなと。続いて狭いところですね。ここをどうするかですね。もう三角の切れ端をどうにか敷き詰めてですね、家のコーナーの形に沿って切ってるんですけども、試行錯誤の連続でした。で今回また差し入れをいただきまして、僕の大好きな爽健美茶とパンですね。カロリーがたっぷり詰まったこれカレーパンですね。かなりお腹減りますのでカロリー多めのお食事を用意していただきました。もういただいたらもうすぐに食べたくなっちゃうので、早速かじりつきまして、グッドですね。グッドジェスチャー出ました。美味しかったです。そして次のも気になりますね。これ焼きそばパンですね。いいですね。昼間は本当に体力の消耗がすごいですから、炭水化物本当にありがたいですね。さあそして最後のコーナーですね。この最後の最後のね端っこがやっぱね難しいんですよね。中盤は割とね大丈夫なんですけど、ここの最後の繊細な部分、これをどうするかなんですけど、ちょっと足りなかった部分を下に埋め込んでみたいですね。コーナーをちょっと切って、まだ足りないな、もうちょっと切ってみようかとかね、そういう試行錯誤をして、とりあえずちょっと今たわみましたね。この辺りどうするか。奥側のね下側にある部分はもっと潜り込ませて、で表に見えてる部分は出してもいいかなとかね、そういったことを考えて、見栄えがねちょっとやっぱねガタガタしてると嫌ですからね。外から見た時にこの家の壁側にねついてる方はやっぱガタガタすると、気持ち悪いですよね。外壁外の塀の部分っていうのは四角になってますから、まだそれはね見えなくてもいいかなとは思いますけどもね。そして最後の1枚貼りました。でこの後石をどんどん詰めていく作業ですね。ふるいにかけたものをどんどん敷いていって模試として使っていく。ただちょっと石が足りなかったのでね、ちょっとまばらにはなりますけども、風で飛ばないようにっていう程度でやっておいて、後日新しい石を買うらしいので、それが届いたらまたね表面を覆って綺麗な状態で敷いていけばいいのかなと思っておりますので、とりあえず今回の仕上がりは後で披露させていただきます。続きまして外壁黒ずみの清掃ですね。こちらの北側の壁ですね。結構日が当たらないので割と藻が張ったり、花瓶のようなものが生えてジメジメしてるんですよね。それがちょっと気になるので黒ずみ取りたいってね、ちょっと寄ってみたら分かりますよね。ちょっと何かしら色が黒ずんでるなっていうね、ちょっと水の跡というかね、そういうのが目立ちますよね。それをですねまず洗剤を噴霧していきますね。すごいですね。もうなんか新庄剛志の現役の最後の方みたいなね、そういうスパイダーマン的な感じになってますけども、いろいろね噴霧すると自分にかかりますので、自分を守るためにいろいろやっております。かなり視界が悪いんですけどもとりあえず安全第一でやっておりますけども、まんべんなくかけていきますね。後で紹介しますけど、今回の洗剤は5倍に希釈して薄めてですねで使うタイプですね。で別に流す必要はないんですけども、流しておいた方がはっきり、すぐ取れるっていうのがね分かるので、後でこする作業もやってます。だから面倒くさい方にとったらですね、これをかけるだけであとは放置しておいても OK という商品ですね。なかなかの優れものでした。で後日またねこうかけた後見たんですけども、確かに落ちてましたね。今はこうやってこすってますけどね。ただ外壁をね傷めてはいけないということで、車用の柔らかいブラシを購入されてですね、これを使ってくださいということで渡していただいたので、これで今こすってますね。こすっただけだとねゴミが浮くんですけども、また付着してはいけないので、そういった意味でもね
洗い流す作業を今回はやろうかということで、やらせていただきましたね。はい、ちょっとねこの逆光なんですよね。もう夕日がもう沈む寸前ですので、ちょっと逆光させてていろいろ光の加減でねちょっと明暗がグラグラしていますけども、はい、そのあたりご了承いただければと思います。はい、こちら今安定してますね。さあ上の方ですね、時刻は4時半でもうそろそろ日が暮れるんですけども、急いで噴霧してとりあえずかけてですね、その効果を見たいなと思っておりますので、手の届く範囲、なるべく多くの範囲にね噴霧して薬剤の効果を見たいなと思っております。はい、一応ね1週間前にお客さんの方でちょっと一部分にかけておいてもらったんですけども、そこまで効果がね見られなかったんで、この時はねですので、一応こすってみましょうかということでね、こすってみたらちょっと上の方分かりますかね、白く泡立ってですね、黒ずみが取れてるなっていうのが分かりますので、ですから別にこすってはいけないということではないんですよね。はい、ただこすらなくても落ちていきますよ、そして効果が持続するらしいので、水洗いするとそれが落ちますよということは書いてありましたけどね。はい、それを分かった上でやっているので、そのあたりはご心配なくということですね。はい、そして今手の届かないところやっておりますけども、竿があってですね、竿の先に今のブラシをつけて、こすっているという作業ですね。さあだんだん日が暮れかかっております。暗くなっておりました。はい、ここでゲームオーバーです。今日はとりあえず包装シートのお金12000円だけいただいて、この外壁作業代はまた後日ということになりました。でお土産に広島のお土産とエクレアをいただきました。ありがとうございました。ではこのまま引き続き続編ですね、1週間後の作業を見ていただきましょう。今回使った噴霧器ですね、こちら手動タイプで圧力をかけて噴射していくというポンプですね。はい、ちょっとやってみましょう。これをこすってですね、押してこの赤いところから空気がプシュッと出るまでやっていくと、そうすると満タンに圧力が加わったということになります。はい、今空気の量が多いのでなかなか満タンに圧力が充填できませんけど、その分持続して長い間噴霧できるかと思います。はい、プシューって音しましたね。はい、これで完了です。じゃあ噴射していきます。さあだいぶ見やすいですね。やっぱり昼間の方が明るくて見やすいと思います。はい、今回マックスまで上りの竿をですね伸ばしてですね今やっております。2メートル半ぐらいあったので、結構上までね届いていい感じだったと思います。まず噴霧して、はい、こうこすってますね。これ左側とちょっと比べてもらいたいんですけども、若干ですけどもね、遠目で見るとあんまり分からないんですけども、ちょっと違い分かりますかね。だんだん落ちているのが見えると思うんですけども、はい、結構ね映えない動画なので、この反応どうなるのかなっていうねちょっとその興味もありますけども、とりあえずね噴霧してですね、黒ずんだところは、ね、だんだんね見てる方はね慣れてきて分かると思うんですけども、コントラストがねはっきり分かんないですよね。その激汚いトイレとかじゃないですからねはい、結構地味な作業ではね、はい、ポンプね、はい、噴霧してはポンプ、また圧力補充してっていうのをね繰り返して今噴霧しておりますね。まんべんなく今かけております。結構この玄関周りがね割と汚れてるんですね。パッと見そこまで分かんないと思うんですけども、はい、とりあえずねこうかけてですね、なるべく、はい、また補充してますね高速のピストン運動ですね。はい、これ今20倍速ですね。かなり速くやっておりますけども、やっぱり排気口の周りとかね結構黒ずんでたりしますよね。この辺りね重点的に、はい、今回使った薬剤ですね。はい、また後でね詳しくお知らせしますけども、はい、2階に上がって噴霧しておりますね。今回ね窓があったので、結構助かりましたね。結構やっぱ上の方にかけてるとね自分にこう落ちてくるんですよね、薬剤が。ちょっとそれの肌荒れとか気になりましたけど、はい、こんな感じでちょっと風向きによっては自分にいっぱいかかってるの分かりますかね結構自分の健康を犠牲にしてやってる感はありますけども、はい、噴霧してるとき息を止めながらやってますね。もちろんね。はい、窓から見た映像ですね。これもちょっと命がけっちゃ命がけですね。あまり映像を撮ることに注意を捉えてると落ちそうな感じはしましたので、はい、
この辺りもやっぱ安全第一でやらせていただいております。ちょっとね酔いそうな感じでちょっと映像が乱れておりますので、その辺りはご了承いただければと思います。とりあえず上の方がかけ終わりまして、今下に行ってますね。またポンプで圧力補充ね。これちょっとやっぱね逆光気味になっているので暗くなってしまうのでね、その辺りねご了承いただければなと思います。さあ三脚ね脚立借りてきていただきまして、これも使って左上の方がねどうしても窓からも届かなかったので脚立を立てて噴霧してねこすってますね。はい、まず横向きですね。この木目じゃないですけども、このタイルの模様の向きに沿ってやるっていうのがねやっぱ基本だと思うんですけどもね、基本縦だと思うんですけど、今回この横に線がいってますよね。なので横の動きもやっております。はい、横も縦も回したりとかねやってますけどもね、基本やっぱりこの溝の向きに沿ってやるっていうのは基本だと思うんですけどね。はい、乾いてきたらまた噴霧しての繰り返しですね。はい、こすって、今度逆にこの短いところ、自分の手前のところってやりにくいんですよね。この棒がねなかなか下に使えたりとかして、この辺りの力加減もちょっとなかなかやっぱ、2メートル半伸ばすと力加減難しいんですけども、慣れてきたら綺麗にまんべんなくこすることができたなと思います。はい、今回この北側だけですね。これだけでいいので、家の東側、西側、南側はそんなに黒ずんでなかったので、ここを徹底してやってほしいということなので、はい、で今回使ったのがワンステップスプレークリーナーってやつですね。水洗い不要っていうものなんですけども、前回このクリーナーを振ってですね、途中雨降ったんですね。今回作業させてもらうまでに中日に雨が降りまして、その雨降った後の方が結構落ちてたので、やっぱ水洗いあった方が汚れは落ちるんじゃないかなっていうね、そういう、仮説ではありますけどね。さあこれから水で流していくんですけども、ここで緊急事態発生ですね。なんと蛇口のジョイントの部分がなかったということで、すぐにね取れてしまうんですね。なので1人がここを押さえとかなきゃいけないということで、こちらのご依頼主さんに今押さえてもらった状態で今言えるかと思います。ホースの水を噴射していますね。なので圧力がかなり低い、そんな状態で今水をかけています。だからちょろちょろですよね。それでも見てください。はい、結構落ちてるの分かりますかね。はい、結構黒ずみが落ちていってますね。これ快感ですね。気持ちいいですよね。いい感じで落ちてますね。ちょっとやっぱねこれが付着したままだと気持ち悪いので、やっぱ流した方がいいんじゃないかなと思いますね。できる方はねやったらいいんじゃないかなと思いますけど、ここは結構、どういう仕組みか分かんないけど、洗剤とかでもそうですけども、汚れをね浮き上がらせて、それをさらなんかイオンとかでコーティングして、さらに戻ってこないっていうようなコーティングをするタイプじゃないかなとは僕は思うんですけどね。理屈では分かっててもやっぱりすぐに落としたいですよね。成果が見えるように、特に僕なんかご依頼いただいてやってますから、はい、すぐにね綺麗になってないんじゃないかってね分かんないとね、あともうちょっとです、終了報告もできないですから、はい、こすりましただけではねなかなか報告できませんから、こすった後にこれ水で流してですね、綺麗になりましたよということをねやっぱ見せたい。そして動画も撮ってますからね、コントラストで映える動画を撮った方が面白いんじゃないかな、見てて面白いんじゃないかなっていうふうに思いますので、水圧は低いですけども今ちょろちょろやっております。この間ご依頼主さんがずっと手で押さえてますからね、だんだん指の感覚なくなってきたって言ってましたねこの間3分ぐらいなんですけど、やっぱねこの圧力ね、水がどんどんこう漏れて噴射していきますので、そのあたりもね水自分にかかったりもしつつやっておりますので、なるべく短い時間でこれね汚れを落としたいっていうのもありまして、今カウントダウンしてますね。あと30秒ですよって言いながらやってますね。はい、終了です。パイプのところもね落として、はい、ここで終わりましたということで、さあどうでしょう。はい、では作業後の壁見てみましょう。はい、割と綺麗になったんじゃないかなと思いますね。どうですかね。はい、寄ってみれば分かると思うんですけども、はい、問題だったところ行きますね。はい、だいたい左のね窓の周りですね、この辺りが黒ずんでたわけですけども、はい、一応ね作業前の写真と比べてみましょうか。さあこの窓枠の右下あたりと比べてみたら、やっぱりちょっと、ね、黒ずんでたところがなくなってるのが分かりますよね。
光加減もあると思うんですけども、細かいこの凹凸のところにね苔が生えてるっていうそんな感じだったんですよね。それをこすることによってもう取ることができたんじゃないかなと思います。はい、上の方も見ていきましょう。この辺りがねなかなか手の届かないところですので、今回みたいにですね竿の先にブラシをつけてこすればいいということが分かりましたので、2回まででしたら外壁掃除することができますので、外壁の汚れで悩んでいる方いたらご相談いただければと思います。特にね窓とかあればさらに、噴霧とこすることもできますので、環境や状況を見ながらそれに合った対策をご提案させていただいて掃除させていただければなと思っております。はい、続きまして石を引いた後ですねどうなったか見てみましょう。はい、この辺りねタイル戻させていただきまして、一旦外してた水道のタブのとこですね、はい、こちらも元通りに戻しました。さあちょっと石はね不足しててちょっとこの防草シートが見え隠れしているんですけれども、まんべんなく引き詰めて風で飛ばない程度にはなってるんじゃないかなと思いますね。はい、コーナーもそこそこ隙間なく敷けたんじゃないかなと思います。はい、そして北側ですね、はい、こちらの防草シートと砂利ですけども、さあいかがでしょうか。ちょっとね歩くとねたわんだりするんですけども、はい、この辺りちょっとねまた調整が必要かなとは思いますけども、おおむね敷けたんじゃないかなと、お客さん的にはこれで OK ですということは言っていただいたんですけどもね、はい、この後ね半年とか見た後に、また生えてないかこの辺りもね注視していく必要があるかなと思いますけども、はい、家の裏手ですね、はい、こちら一番最初に敷いたところですね。はい、ここも綺麗に敷けたんじゃないでしょうか。何せちょっとねいびつな形だったんでね、この辺りをやるっていうのはねなかなかの経験を積ませていただいたなっていう感じはしましたね。はい、ちなみに今回移動距離ですね、22キロ往復で22キロですね、作業して帰ってくるまで5時間36分というものでしたね。中山競馬場が見えますよね。はい、この辺りを通って船橋の方まで走っていったということですね。これ新しい試みで今日の移動距離っていうのも報告させていただきました。はい、そして今回いただいた作業量の発表です。今回いただいた作業量は12,000円でした。はい、外壁の掃除の分だけですね。ですので防草シートの分と合わせて合計24,000円というお金をいただきました。ちなみに出張料は1キロにつき110円というお金をいただいておりますので、今回往復で20キロですので、2,000円をいただいてたということですね。ちなみに今回は帰りにおにぎり3つと麦茶を1本いただきました。ありがとうございます。早速帰りにいただきました。ありがとうございます。それでは最後におまけコーナーです。はい、本日のおまけコーナーです。おまけコーナーはどう考えても人名にしか見えない駅を見つけました。それがこちらです。どう考えても人名にしか見えないですね。これではさまと読むらしいです。おまけコーナー以上です。